ひろみの育児チャンネル。皆さんこんばんは、こんにちは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。さて今日は前回の動画の、最後に申し上げました、危険なね、問題行動とか、問題行動を減らすための親のスタンスというものを最近すごく私の中で感じることがありまして、どういうスタンスでいると親も子も楽になるのか、じゃあそのスタンスを得るためには、獲得するためにはどういうプロセスが必要だったのかという私自身の話をシェアさせていただきたいと思います。まだ私も試行錯誤中ですし、多分この試行錯誤はずっと続くんだと思います。息子の成長とともに。なんですけれども、今の時点で、思っていることをお話しできればと思います。前回の動画では、小学校生活が始まって、家での、問題行動がこんなことありましたっていうようなお話をしました。で、その背景には、もちろんその息子の特性が強く出たっていうこともあるんですけれども、もっと掘り下げていくと、小学校生活の疲れがベースあるにもかかわらず、お家での親のスタンスっていうものが、かなり負荷になっていた、負担に息子にとってなっていたということがあったんじゃないかなと、分析をしまして、私たちの、対応とか、どういう心持ちでいるのかっていうところをちょっと夫と話し合って立て直したところなんですね。で、じゃあ結論から言うとどういうスタンスでいるといいのかっていうと、簡単に言うと、語弊がなく言うとですね、お家では何も言わない。注意しない。叱らない。もちろん怒らない。感情的にもちろんならない。じゃあ何をするかっていうと、できるね、できたね、いい子だね、いい子だよ。よく頑張ったね。もうできた。あなたはできるっていうのを、もうとにかく埋め尽くす、それで。これは、受診した時にもうお家の中ではエラーレス。エラーさせない。もうできたで全て終わらせてくださいと言われてはいて、ずっと意識はしてたんですけれども、だんだん、こっちも気持ちに余裕がなかったりとか、もう本当にいい加減にしてよっていう怒れちゃう時もあるし、あるいは私の中でずっとあったのが、実家に行って同じことしたらどうしよう。息子が怒られるだろうし、私たちの育児がちゃんとできてないって思われるだろうしっていう、他者から見られた時にどうしようかなっていうのもずっと心の中であったりして、そういう目を気にしてちょっと強めに注意をしたりとかいうこともちょっとずつやっぱり増えてきていました。もう6歳なのになとか思っちゃったりして。でももうそれをスパッとやめて、この子はやっぱり生活上にいろんなハードルがあるから発達障害なわけであって、もうそこを責めたってしょうがないと。なんでこれくらいできないんだろうって思ったってもうしょうがないと。なので、とにかく今できることとかちょっとできたことにだけフォーカスをしようという風な、感じですね。ただこれは、その子を甘やかすとか、なんていうのかな。その子の言いなりになるとは全く違っていて、一つすごい大事なのは、何かその子から条件を出された時に、もうどんと構える。例えば、お菓子食べたい。ご飯の前にこれ食べたい。ご飯の前に食べるのはお菓子1個だけです。以上とか、どんなに問題行動を起こされようが、どんなにしつこく言われようが、どんなに嫌味を言われようが、もうそこぶれない。結構ね、言われるんですよ。ママが悪いとか、ママ大嫌いとか、ママの傷つけるワードを責めっていうのも何年もずっと食らっていて、結構メンタルに来るんですよね。それこそ受診する前はもうずっと朝から晩まで大嫌いって言われたり蹴られたりしてきていたので、結構私のメンタルボロボロだなって思うんですけど、もうそこもスンとするみたいな。動じない。一度決めたルールは変えませんみたいな。
で、これは普通の定型発達の子だったら当たり前なことかもしれないんですけど、発達障害の子って多分ね、普通の人が思ってる100万倍、ものすごい粘り強いんですよ。いい言い方をすると。これがね、仕事とかに向いたら、本当に素晴らしいんだろうなって思うぐらい、ものすごいエネルギーなんです。なので、もうめげそうになるんですよ。心折れそうになるし。だけどもう、本当に太い幹のようにずんと構える。何を言われても何をされても動じませんみたいな。そこさえ一本しっかりしておけば、その線引きさえしっかりしておけば、それは全然甘やかしとは違っていて、もう他の部分は一旦忘れる。問題行動を起こしていないのであれば、例えば問題行動を起こして自分の要求を通そうとしていなければ、例えばご飯の時間になって一口食べてちょっと遊びに行っても、すぐ戻ってくるなら OK。40分ってうちは夕飯の時間決めてるんですけど、どんなに立とうがどんなに遊ぼうが、40分内にご飯全部食べれたら OK みたいな。それもね、いろんな段階があると思います。最初はうちも40分でなんか全然食べられなくって、で、いろんな条件つけちゃってたんですよね。時間はこのくらいだよとか、立つのは何回までだよとか、本人にとってちょっといろんな条件つけすぎちゃって混乱させてた時期も結構あったりして、もうルールはシンプル。もう今の時期は40分で食べ終わったら OK にしようみたいな。で、7時半までにお布団に入るってことをゴールにするみたいな。そういう、いろんな段階を作って、で、それ以外のものは気にしないみたいな。できるようになってからでいいから、もう今は立とうが、なんか遊ぼうが、食べてるなら気にしない。何も言わないみたいな、そういう感じにしてますね。で、あとは、なんでできないのっていうと、最近息子はもう自分なんかいない方がいいんだとか、僕は終わったとか、人生終わったとか、僕なんかダメな人間なんだってもう全否定に走るんですよね。で、それは優しい言葉を求めてるっていうところもあると思うし、あるいはその脳の特性上、ちょっと強い言葉言われたりすると、すごくネガティブなものを印象付けやすいっていう特徴がなんか確かあるんだったかな。そういうので、一気になんか、極端な思考に走っちゃったりとかね、するらしいんですよ。発達障害の ASD の方だったかな。とにかくそういう脳の構造が違うんだなっていうことを理解して、で、そこは一旦否定はするんですね。ママはいなくなってほしいなんて言いましたかって言ってないよね。ママが言ったのは、これをこうしてねっていうことだけだよっていうのをむちゃくちゃめんどくさいんですけど、一個一個説明するようにはしてます。だけど、それで優しくするっていうのはまた違って、そうだね、ママの言い方が悪かったねとかじゃなくって、ママが言ったのは事実はこれです。いなくなってほしいっていうのは言ってませんみたいな、そういう思考の整理っていうのを毎回するようにしてます。めんどくさいですけどね。なんかそういうことで、彼の脳で処理できない、一瞬のことでできないのであれば、経験値として覚えてもらうしかないかなと思っていて、それは一つに体で覚えるってこともあると思う。例えば、感触対応でギャーってなってる時に、一個もいいことが自分にないんだ。メリットはないんだ。要求通らないんだ。逆に、すぐ泣き止んだら、報酬があるんだっていう、もう体で覚えさせると、だんだん人は覚えてくるし、それと同じで何度もこれはこういうこともあるよね。これは事実じゃないよねっていうような話も、意味があるんじゃないかなと思ってやってはいます。だけど、時々すっごいめんどくさくって、勝手に言ってなさいっていう時もあるし、そうやって人の同情を買おうとしても意味ないよとか、誰も優しくしてくれないよとか、自分にとってメリットは一個もないよとかいう感じで、言うこともあります。はい。結論から言うと、そういうスタンスでいるっていう感じなんですよね。一方褒める。ちょっとできたことも大げさに言うとか、お菓子のゴミをすぐ捨てられたとかね。
当たり前のことかもしれないんですけど、それをいつもやってほしいので、わーすごいママ感動したとか、ママ何も言ってないのにできたのとか、そういうのをもう本当にちっちゃい行動すべてにおいて簡単詞をつけて具体的な行動を言って褒めるようにしています。で、そうするとやっぱりそれを続けていくと、注意が多い時よりもちっちゃいことをめちゃくちゃ褒めて、あとは放任するっていう方がニコ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 してくれるし、親もその分ニコニコになるし、その良い行いっていうのもちょっとは増えるんですよね。何よりもニコニコしてくれることが一番ありがたくて、平和だなって思って一日が終えられることほどありがたいことはなくてですね。今そんな感じで回ってます。で、じゃあここに至るまでどんなことが必要だったのかなって思うとですね、まずは専門機関に相談する。私たちの場合は子どもの発達のクリニックに行って、具体的なお医者さんのアドバイスと服薬ですね。お薬っていうのは、嫌いな方もいらっしゃると思うんですけども、息子にとって、子供にとって、やっぱり、ないと困ることもあるっていうことは、親は分かってた方がいいと思います。私が薬に対して印象が変わったのは、まこなり社長っていう、YouTuber 兼経営者の男性の方が、本人が ADHD と公表されていて、解説動画を何本か出してるんですけど、その中で自分が大人になって薬を飲んだら、涙が出ましたっておっしゃってたんですね。薬を飲んで、頭の雑音がすべて消えて、落ち着いて行動することができた。こんな世界があったんだと思って涙が出ました。という、動画があったんです。それを聞いたときに、そうだよなと。薬って飲まない人が勝手に悪いって思ってるだけで、本当に必要な人がいるんだって。彼はもっと早く飲んでおきたかった。そしたら、こんなに小さい時から怒られることもなかったし、人と違うって悩むこともなかったかもしれないっておっしゃってたと思うんですけど、それから私の、意識も変わりまして、必要なお薬ももらう、試すっていうのはすごく大事だと思う、親子にとって。で、お医者さんはお薬のことをメガネのようなものだというふうにもおっしゃってましたね。目が悪い人に向こうの黒板の字を読みなさいって言ったって読めるわけがないし、運転しなさいって言っても危険な運転になっちゃうでしょうと。だけどお薬っていうのはそのメガネを装着するのと同じで、メガネをつけただけでは黒板の字を読むことはできない。見ることはできるけど、読むには国語を勉強しなきゃいけない。運転するにも、メガネをかけたら道はよく見えるけど、運転の教習所に通わないと運転はできないように、メガネっていうのはあくまでも補助であって、その子ができるようになるかどうかは別問題ですと。だけど、メガネがないとできるようになるそのスタート地点に立つことができないというような説明をされた時にも非常に納得をしました。なのでまずは専門機関に行って、この子に必要なサポート、具体的な対応は何なのか、具体的なお薬は何なのかっていうのを専門医と相談をして試すっていうのは、私はファーストステップだと思っています。というのも、日本の発達障害の分野ってすごく予算が少ないらしくって、全然専門家が少ないみたいなんですね、海外に比べると。なので、これがいいです、あれがいいですっていろいろと歌ってる人はいるけれども、ベースの知識が整っている上での対応を考えられる人がまだまだ少ないっていうふうにも聞いたことがあります。なので、ちゃんとその医療機関っていう、ある程度信頼できる場所でちゃんとした知識を身につけた方に最初に相談しないと、なんとなくこの感触グミがいいですよとか、このサプリがいいですよとか、何でも良さそうに見えちゃうんですよね。で、それで結果が出ればいいんですけれども、出ないことも多々あると思うので、ちゃんと責任を持って看板掲げながら、免許を取りながら、人生かけて開業されている方とか、お医者さんされている方に相談されるのが私は一番いいんじゃないかなと
思います。ファーストステップとして。だけどやっぱりそれだけでも足りなくって、お医者さんの言うことを試して結果が出ることもあれば、そんな単純にいかないんですよ、先生ってことももちろんたくさんあるわけですよね。で、その都度1時間2時間で話ができればいいんですけど、お医者さんもお忙しいし、一回一回なんか時間でお金がかかるのも高いので、自分のメンタルケアとして親の理解者を集めるっていうのもすごく大事だと思います。私はそこがちょっとまだまだ足りてないなと思って、先月ぐらいから学校の、特別支援のコーディネーターの先生にお話を聞いていただいたりとか、自分の住んでる地域の相談窓口をチェックしてみたりとか、あとは放課後デイで息子に合うようなデイサービスっていうのがないかなっていうのを今調べ出してるんですけれども、子供の理解者かつ親の理解者っていうのを作らないと、やっぱりもう日々ね、やっていけない。本当に。お医者さんにベース助けてもらうんですけれども、やっぱり日常のいろんなことっていうのは、ちょっと話を聞いてもらうだけで楽になることもあるし、ちょっと息子のことを理解してくれる人がいるって思うだけで楽になることもあるので、親の理解者、子の理解者っていうのをそれぞれ見つけておく。いっぱいいればいるほどいいと思います。そういう動きっていうのを今私は増やし出しております。で、それができる親の理解者、子の理解者、専門家。その3方が揃っていくと、だんだん親に余裕ができてきて、子供のことを理解してあげられるようになっていくんだと思う。私が最初受診した時に、お医者さんにいろいろと教えていただいて、息子のことちゃんと理解しよう。この子にとっての難易度ってどれくらいなのか常に考えようって思ったんですよ。できる時もあればできない時もあって、年齢とともに、ちょっとは親の期待値も上がってしまって、常に息子にとっての難易度はどれくらいかなって思えなくなっていく自分がね、いたんですよね。なんですけども、自分に余裕ができてくると、やっぱり原点に立ち戻れて、じゃあ、やっぱりこういう特性があるんだな。親が期待しちゃいけないなとか。で、理解するもう一つの一つに、方法というか私が気づいたことの中に、息子自身がどうなのかっていうことだけではなくって、なんで私は息子にイライラしてしまうのかな、なんで強く注意してしまうのかなっていうところにも目が行くようになるんですよね。で、それぞれ皆さん背景あると思うんですけども、私の場合は冒頭に申し上げた通り、実家でやったら、義理の実家でやったら、またなんて言われるかなっていうところがすごく気になってたんですよね。私は割と本当にちゃんとした家庭というかしつけがすごくしっかりして、どっちかというと厳しいお家で育ったので、もう食事中に立つなんて考えられないし、親の言うこと聞かないとかも考えられないし、なんかもういい子ちゃんで育ってきたので、実家に行くとちょっと緊張するんですよね。ちゃんとしなきゃみたいな。私自身もちゃんとしなきゃって思うし、息子もあんまり怒られてほしくないなって。もちろん発達障害のことは伝えてはいるんですけども、やっぱり一緒に生活してないとわからないじゃないですか。どんな特性があるのかとか。で、一緒に生活ちょっとだけしてても、知識がなかったりすると理解到底できないし、たまにしか会わない仲だったらなんだこの子ってなることもたくさんありますよね。前もってどんなに情報を伝えたとしても、やっぱり 100% 理解してもらうっていうのは難しいと思います。なので、ちょっと食べて動いちゃったり、そもそもご飯だよっていう時に食べなかったりっていうこともたくさんあるんですけども、その時にハラハラしちゃうんですよ。で、強く言っちゃう。もう私が親だからしっかりしなきゃみたいな。座らせなきゃ。叱らなきゃ。ちゃんとさせなきゃ。そんな風に思っている自分に、気づいたんですよね。うすうす分かってはいたんですけど、うすうす分かっていた以上にものすごく実家を意識してたなと。周りの目を気にしてしまう自分がすっごくいたんですよね。なんですけど、もうそれもどうでもいいやと思うようになって、気にしちゃうくらい
長居しなければいいし、ちょっと顔見せてすぐ帰るとかね。そんな感じでいいのかなって分かってもらおうとしない。なんかこう、いい意味で目を気にしない。しっかりさせなきゃとか。もちろん外で互いが出ちゃうとか、そういうことがある場合には、それはもうどうにかしなきゃいけないことだと思うんですけども、うちの場合は、互いとかそういうことは全くなくって、ただただ、もうマイワールドで言うこと聞かないみたいな感じなんですよね。ただ、大勢が集まると割と緊張するのか、黙って最後までご飯食べたりとかするんですけど、それができるんだったらもういっか、みたいな。気が楽なところで彼らしさが出て、もういっか、みたいな。そんなマインドにも、今は慣れてます。実際、最近実家行ってないからわかんないですけどね。でも、気にして、こっちがイライラして、なんか悪い悪循環になるのであれば、長居しなければいいし、もう何言われても何思われても、もういっかなっていう。一応説明はしますけどね。いうふうに今思うようになりました。なのでそういったことも含めて、息子にとって難易度がどうだな、ああだなっていうことだけではなくて、私自身がどうなのかっていう、何を気にしてどういう言葉に出てしまってるのかっていうのも、ちょっと遠くから覗いてみて、それはこの子にとって、この子の成長にとって必要なことなのかどうかみたいな。学校でできてるんだったら、実家で気が抜けてできなくったって別に問題ないんじゃないかなとか。なんかいろんなことを思いまして、そこも気にしない。疲れちゃうし。っていうような、そういういろんな意味で親が子供を理解する。で、それは理解にとどまらず、これを受け入れるっていうことにつながっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、よく障害を持つお子さんを育てた方が、育児が楽になったのはいつかなって考えると、もうこの子のままでいいんだと。その子のありのままを受け入れられた瞬間っていうね、言葉をちょこちょこ目にするんですよ。で、最初私はそれを見たときは、ふーんって、そうなんだろうな、みたいな感じで、全然理解できてなかったんですね。で、だんだん、その子のありのままを受け入れるって言葉が、いや、難しいよ。と言っても難しいよ。になっていくんです。で、最近は、そうかもしれないって思うようになってきました。今はね。やっぱり、どうしても、私の中では、知的の遅れがない分、定型発達の子と比べてしまう自分がいたし、自分たちの小さい時と比べてしまう自分がいたし、これくらいはそろそろできてほしいなとか、これくらいできないと実家で怒られちゃうよとか、なんか思ってたんですけど、全く違う人間なんだ。なんだったら出身国も違う文化の人間なんだみたいな。例えば韓国ではご飯をくちゃくちゃ食べてもマナー違反ではないように、彼の文化は多分一口食べたら席を立つ。一口食べたら席を立つっていう文化を持つ人間なのかもって思った時に、息子の見方がちょっと変わってくるというか。ただ、日本の小学校に行く場合は座ってなきゃいけないよってことはちゃんと覚えさせなきゃいけないんですけどね。でもお家だったらもうフリーダムにその文化を私たちは受け入れるよっていう、息子ワールド、息子文化、息子カルチャーみたいなのをお家ではもう全面的に受け入れようみたいな、そういう感じに最近なってきました。ただそれは彼の息子の言いなりになるとか、なんか息子に寄り添うとかそういうことではなくって、理解はする。だけど、ここはダメだよ。理解はする。だけど、このラインは越えちゃいけないよっていう、太い幹のようにデンって構えることも必要で、その親のスタンスっていうのは非常に難しいなと思うんですけども、その適切なスタイルが確立されて
いけば、親子ともに楽な日常に近づいていくのかなと思ったりするし、いい意味で息子の特性が開花していくのかなっていうふうに願っている私がいます。はい。でもやっぱりそういうスタンスを確立するには、親子のサポーターがすっごく大事なので、引き続きちょっと仲間集めを今後頑張りたいと思います。はい。皆さんも何かご経験談や知識や知恵がありましたら、コメント欄に残してください。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた、次回の動画でぜひお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。